おはようございます。今週も人間をやります。で、今日から梅雨入りして、今日の昼から明後日までずっと雨なんですよね。だから外でスケボーの練習はできないんで、今日は紫パークっていう屋内のスケートパーク行ってみたいと思います。重たっ。こっちは普通の水でいいわ。もう昼前なんで、やっぱり昼ご飯食べてから行きます。このバックパック背負っていきたいと思います。めっちゃ重たいねんけど、多分10キロぐらいあるわ。明らかに海外行く時の荷物より重たいねんな。雨降るから傘も持っていかなあかんし、荷物多すぎる。やばい、早くも肩ぶっ壊れそうや。水 1.5 リットルは重たすぎるな。万博記念公園に到着しました。紫パーク、ここにあるんですよね。平日やけど結構人いますね。紫パーク到着。パークの受付は2階か。1階は服とかが売ってるみたいですね。スケートパークの入場料は1650円です。結構高いんですよね。到着しました。子連れの親子ばっかりですね。子連れの親子ばっかりやなと思ったら、ここ保護者同伴エリアでした。だからか。はい、入ってきました。2階は初心者エリアみたいです。で、ここはヘルメットつけないといけないんでレンタルしました。そしたら次は1階の中上級者エリア行ってみたいと思います。めっちゃ広い。てか全然人おらんやん。今上級者いないってことですかね。さらに人が減って、今僕と小さい子供の2人しかいないです。スケボーでこの手すりを滑り降りるとかマジで意味わからんやん。すごすぎるやろ。ちょっと休憩します。雨降り出しましたね。結構降ってるわ。マクドで休憩するか。帰ります。ちょうど今雨止んでるわ。帰ってきました。めっちゃ疲れた。で、荷物届いてたんで開封します。はい、こちらオイルサーディン2種類と料理酒を送っていただきました。送っていただきありがとうございます。鶏胸肉とささみ茹でるときに酒と片栗粉使うんで、酒結構使うようになりました。気持ちいい。晩ご飯です。鶏胸肉とブロッコリー茹でたやつとオニオンスープです。先週から茹でた鶏ささみと鶏胸肉食べまくってるわ。マジで酒と片栗粉まぶして茹でたらうますぎ。オニオンスープもうめえな。で、今日初めて紫パーク行ったんですけど、めちゃくちゃ良かったです。入場料が高いのだけがちょっとネックですね。さすがにちょっと毎週は行かれへんかな。でも2週間に1回ぐらいは行きたいですね。やっぱ屋内めっちゃいいわ。日焼け止め塗り直さんでいいし、冷房効いてるから涼しいし、それでもやばいぐらい汗かきますけどね。マジでえぐい。ドア開けた瞬間 G おった。逃げられた。どこ行ってん。どこ行った。ここおったのに。この隙間か。ガチでどこ行ったふざけんなよマジで。だるいって。おはようございます。めっちゃ雨降ってます。明日の昼まで降り続くみたいです。これぞ日本の梅雨って感じやな。今日は外出れないんで作業日にします。
で今湿度はめちゃくちゃ高いんですけど、気温がかなり低いんで全然暑くないですね。むしろちょうどいいぐらい。今気温が19度ぐらいかな。21度か。昼ご飯です。昨日スケボー長時間やったから膝と腰が痛い。スケボーやってる時は全然痛くなかったんですけど、帰ってきてから痛くなったんですよね。てか腰痛くなったの初めてやわ。下半身にかなり負担かかってるってことやろな。寝すぎたね。ちょっと待って、3時間ぐらい寝てない？もう5時やんけ。さすがに湿度高くなりすぎたんで除湿つけました。カビ生えそうやわ。塩コショウがもうなくなりそうなんで新しいやつ使います。コショウはまだちょっと残ってるな。晩ご飯です。今日も鶏胸肉茹でたやつ。英語も聞きたいんですけど、バチェラージャパン配信されてるから見るか。なんか広告出るようになってんな。荷物届いたんで開封します。箱開いてもうた。はい、こちらスケボー用のヘルメット買いました。紫パークも箕面のスケートパークもヘルメットつけないといけないんで買いました。レンタルがね1回300円なんですよ。もう買った方がね絶対安くなりますね。サイズは XL です。一昨日紫スポーツで試着しました。 US サイズやと XL なんですけど、ジャパンサイズやと M サイズなんや。まあそのぐらいアメリカ人と日本人の頭の形が違うっていうことですよね。昼ご飯です。やったー、目やみましたね。めっちゃ降ったな。そしたら今から晩ご飯まで英語聞き続けます。てかいきなりポケモンの XY シリーズ配信されてるわ。晩ご飯です。オイルサーディンパスタとオニオンスープです。おはようございます。今日は今から箕面のスケートパーク行きたいと思います。で、膝と腰の痛みも昨日には治りましたね。今日は水持ってきてないし、スケボーも手に持ってるんでカバンめっちゃ軽いです。じゃあバックパック買わんでよかったやん。コンビニに寄りたいんで今日はいつもと違う道歩いてます。120円で済むんやったらわざわざ持ってくるよりこっちの方がいいわ。先週おった人が今日もおるわ。さあというわけで今から1時間か2時間ぐらい滑りたいと思います。休憩します。で1ヶ月ぐらい前にねスクール行くのをおすすめしてくれた人が今日いました。ちょっと晴れてきてめっちゃ暑いです。今週初めて青空が見えてます。今日の練習終わりです。帰ります。気持ちいい。風呂上がりの至高の一杯です。うめえ。荷物届いてたんで開封します。はい、こちら G を殺すやつです。もうマジで視界にも入れたくないんで、これをね部屋の中に置きたいと思います。
これ置くとね一切見ることなくなるらしいんですよね。これ餌なんですけど、この餌を食べたらすぐ死ぬんじゃなくてなんか移動して死ぬらしいんですよ。だから基本的に家の中で死骸を見ることはないっていうことですね。ここにも稀に屋内で死骸を見ることがありますって書いてるわ。もう一個も開けます。はい、こちら Amazon の欲しいものリストからカフェオレベースを送っていただきました。送っていただきありがとうございます。やっと晩ご飯です。さあ今から英語聞くか。スケボー長時間やってもあんまり眠くならなくなりましたね。最初の頃はね、もう疲れすぎて眠くてたまらなかったんですよね。体が慣れてきたわ。おはようございます。湿度がちょうどいいぐらいやったからめっちゃ気持ちよく寝れた。今日も箕面に行こうと思うんですけど、昼ご飯今食べるか悩むな。今行ったら箕面に着くのが11時過ぎやろ。それやったら今昼ご飯食べて12時に着いて4時間ぶっ通しで練習、もしくは今行って昼ご飯1時に食べて、合計で4時間練習、トータルの練習時間は多分一緒やねんな。それやったら今食べてもいい気がしてきたな。昼ご飯家で食べてから行くことにしました。昼ご飯に1000円使いたくないっていうよりは、そんな食べたいと思ってないものに1000円払うのが嫌なんですよね。大阪市内やったら店の選択肢めっちゃあるじゃないですか。前からもう毎回のように食べたいもん食べれると思うから、もうそれやったら喜んで外食したいですよ。やねんけど箕面のスケートパークの近くほんまに店が全然ないねん。コンビニ行ってるぐらいですからね。前からコンビニで1000円使うぐらいやったら、家で食べる方がいいかなって感じですね。コンビニ飯結構うまいねんけどな。ただなんか弁当はあんまり美味しそうに見えへんねんな。やから僕麺類しか食べてないですね。箕面に行きます。ちょっとだけ晴れてるって感じかな。来週毎日晴れ予報なんですけど、最高気温が33度もあるんで、外で練習するのかなりきついやろな。荷物持って上まで登るの大変なんで、荷物は置いて階段登ります。まさかの僕が一番乗りです。誰もおらへん。やばい、すでに汗だくやねんけど暑すぎる。めっちゃ眩しい。もう基礎練習の時はねプロテクターつけんとくわ。基礎練習ではもうこけへんっていうのもあるんですけど、何よりね汗かきすぎてプロテクターがブワッカ臭くなるんですよ。昨日洗濯したから汗臭い匂いは取れてるかな。もうほんまにね1日放置したらやばい。ほんまに昨日臭すぎてやばかったんですよ。手首からめっちゃ臭い匂いが漂ってて、もうつけてんの結構苦痛でしたね。僕自分の服によって臭いなとか思ったことあんまないんですけど、びっくりするぐらい臭かったわ。これ素材がポリエステルなんでね、余計臭くなりやすいんですよ。今日は一人やから音楽聴きながらやろう。風が気持ちいい。かなり晴れてきました。ただいまの気温29度。帰ります。めっちゃ疲れた。体力の限界や。今日の晩ご飯はオイルサーディンパスタです。おはようございます。今日は一日中雨なんで引きこもります。土曜日いっつも雨やな。この時期の部屋の中を快適にする方法が分かりました。今の時期とか10月の初めぐらいとかって気温はそんな高くないんですけど、湿度がめっちゃ高いっていうことが結構あるんですよ。でこれの何が嫌かっていうと、冷房をつけても全然効かないんですよね。設定温度26度とかやともう風が全然出てこないんで、もうつけてる意味がないんですよ。温度も湿度も全然下がらへんし。じゃあどうすればいいかっていうと、まず冷房の設定温度を20度にするんですよ。これで30分つけっぱなしにすると部屋の温度が一気に下がるんで、そうすると湿度もめっちゃ下がるんですよ。でその時に当然窓は閉めるんですけど、それだけじゃなくて部屋の中のドアも閉めた方がいいです。でこの完全に閉め切った状態やとジメッとした空気が中に入ってこないんで、ある程度この湿度が下がった状態を保てるんですよ。で冷房を30分つけっぱなしにしてから除湿で設定温度26度とかにすると快適な状態になります。もう今3時間ぐらい経ってるけど湿度あんまり上がってないですね。ただその代わり
ちょっと部屋の中が寒くなるんで、もう短パンじゃなくてスウェットパンツ履いてます。まあでもこっちの方が圧倒的に快適。真夏やとエアコンの風出まくるから湿度うざすぎみたいなことにならないんですけど、今ぐらいの時期が一番不快なんですよね。ただちょっと電気代が高くなりそうで嫌やけど。今日はチキンのトマト煮作ろうと思うんですけど、ズッキーニ入れてみます。トマトには絶対合いますよね。こうやって水を切っとかないとね、炒める時に油がめっちゃ飛んじゃうんですよ。最悪や、コンソメがない。雨の中買いに行かなあかん。チキンのトマト煮やのに野菜が多すぎて鶏肉がめっちゃ少なく感じるな。トマト缶1缶で足りるか。酒入れたら水分増えたから1缶でいけるかな。はい、完成しました。晩ご飯です。ではゲレッタキャース。今回はしめじじゃなくて舞茸入れたんですけど、舞茸の食感が良すぎる。ズッキーニはほぼナスビと一緒やな。あんま違い分からんわ。いやー、これやっぱうますぎますね。おはようございます。あっという間に1週間終わりですね。昼ご飯です。オニオンスープ黒。さすがに玉ねぎ炒めすぎたか。うまっ。オニオンスープってオリーブオイル使わへんねやな。使う場合もあんのかな。荷物届いたんで開封します。はい、こちらマグネットフック買いました。めっちゃでかいやん。これを玄関につけます。めっちゃ取り外すん簡単やわ。これ引っ張ったら全然取れないです。このスケボー用のバックパックをここにかけます。しかもこれここが回転するようになってるからより外れにくいわ。いい感じですね。ネットフリックスでポケモンの XY シリーズ見てるんですけど、休憩がてらポテチとコーラ買ってきました。やっぱネットフリックスの最高の楽しみ方はこれでしょう。ポケモンの XY シリーズが140話ぐらいあんのかな。全部見終わったら次はシンプソンズ見ます。量少なすぎやろ。半分も入ってないやん。今日は晩ご飯も昨日の残り物食べるだけなんで時間はかなりあります。はい、晩ご飯です。これ食べた後にオートミールも食べます。はい、というわけでもうあとは風呂入って寝るだけなんでそろそろ終わりたいと思います。で、月曜日に初めて紫パークに行ったんですけど、もしかしたら毎週行くかもしれないです。紫パークに行くのにモノレールに乗らないといけないんですけど、モノレールの料金結構高いんですよ。で、紫パークの入場料も結構高いんで、週1で行くのは結構きついなと思ってたんですけど、もうそれより気温33度の中練習する方がきついわ。僕、雲一つない快晴がめちゃくちゃ好きなんですけど、それでもこれからの時期スケボーの練習する時は曇ってる方がいいなって思ってるもん。ほんまに日光って浴び続けるとめっちゃしんどいんですよね。もう特に夏の日差しなんて強烈じゃないですか。で、スケボーの方に関しては毎週この上達していく過程っていうのをお見せできればなと思います。でも英語に関してはね、お見せできるのは数年後かな。いやほんまにね、英語を毎日5時間10年間やったとしても喋れるようにならないんじゃないかなってちょっと思ってるんですよ。もうそのぐらいね、無理やなって思いながらやってます。それはね、半年前に比べたらリスニング力はさらにめっちゃ上がってますよ。もうそれでも分からんことなんて無限に出てくるし、でそれを使いこなせるようになるなんてほんまに無理なんじゃないかなって思ってんねん。僕ね、今から英語を聞こうみたいなことをやってる時点でもう自分でダメだなって思ってるんですよ。もうそうじゃなくて、もう息をするかのように英語のコンテンツに触れるようにしないといけないなって思ってるんですね。だって英語圏に住んでる人ってずっと隙間時間とかも SNS で英語読んでるし、もう動画でも英語聞いてるし、で生活も英語でしてるわけじゃないですか。もう隙間時間に日本語のコンテンツ見ても日本語上手くなるだけなんで、そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。